日本は様々な面で独特な文化を持つ国だと言われています。台湾にあったどこから来ましたか？ご協力をお願いします。と書かれたアンケートボードに日本人の国民性が浮き彫りになっていると話題になっています。駐日フランス大使を7年以上務めたポール・クローデルさんは、私がどうしても滅びてほしくない一つの民族がある。それが日本人だ。と言ったそうです。彼は能や歌舞伎、さらには水墨画や花鳥風月などを愛した文化人であり、詩人です。彼が日本人の気質に驚いたのは、関東大震災1923年の時が最初でした。廃墟の下にうずもれた犠牲者たちでさえ、助けてくれといった差し迫った叫び声すら上げなかった。ただ、お願いしますというつつましくも悲痛な懇願の声だった。震災当日の夜の野営地でも不平一つ聞くことはなかった。朝日の中の黒い鳥より。そして第二次世界大戦において日本の敗戦色が濃厚となってきた1943年頃には、あれほど古い文明をそのまま今に伝えている民族は他にはない。彼らは貧しい。しかし高貴であると綴りました。そして幕末に日本を訪れたアメリカのペリー提督も同様で、安政南海大地震1854年に遭遇した日本人の対応に驚いていました。彼らは落胆せず、不幸に泣かず、男らしく仕事に取り掛かり、意気粗相することもほとんどないようであった。ペルリ提督日本遠征記より。さらに、同じ幕末に横浜大火に遭遇したエドワルド・スエンソンも、日本人はいつに変わらぬ陽気さやのんきさを保っていた。いつまでも不幸を嘆いて時間を無駄にしたりはしなかった。持ち物すべてを失ったにもかかわらずにである江戸幕末滞在期より、日本という未知の異国に住んでいた日本人という民族は、彼らの目には相当な変人に見えたようです。こうした記録は数多く残っています。ここで日本人特有の性格について考えてみたいと思います。日本人の性格、特徴を表すものとして、過度に集団行動を好む、礼儀正しくきちんと挨拶をする、秩序にこだわる、綺麗好き、意識が高い、仕事が丁寧、時間や約束を守る、自己主張や自己表現が下手だが、それが奥ゆかしく、日本人の美徳でもある。治安が良く、災害時でも冷静である一方で、危機管理が甘いことも事実。細部までこだわる。例、整理整頓、ギフト包装など、創造性にあふれている。例、アニメやオタク文化など、宗教対立がなく、テロもない。貯金が好きで、倹約意識が高いなど、枚挙にいとまがありません。ですが、これは、あくまで外国人目線における、日本人の特徴として挙げられています。私たちは普段集団行動ばかりしているので、自分たちを特別に集団好きの民族などとは思ったりしないでしょう。そしてここに挙げられるものはプラスとして捉えられるものも多いのですが、マイナスに捉えられるものもあります。しかしながら日本人の誠実な対人関係や仕事ぶりは世界中で模範とされているので、日本のイメージはどちらかというとプラスに傾くことが多いかもしれません。今から約1800年前の3世紀頃に書かれた魏志倭人伝には、日本人は嘘をつかない、泥棒がほとんどいない、非常に立派な民族だと記されています。今から約1400年前の7世紀頃に書かれた中国の隋書倭の国伝によれば、日本人はとても落ち着いており、争い事はほぼなく、
盗みも少なく、百済、新羅は、日本、和を尊敬して仰ぎ、使いを通わせていたとあります。約500年前、キリスト教布教のために日本にやってきたフランシスコ・ザビエルは、本国に送った手紙で、日本人は今まで発見された種族の中で最高であり、彼らより優れている人々は異教徒間で見つけられない。親しみやすく、一般に善良で悪意がありません。また、武士たちはいかに貧しくとも、そして武士以外の人々がどれほど裕福であっても、大変貧しい武士は金持ちと同じように尊敬されています。つまり、名誉は富よりもずっと大切なものとされていたのです。約130年前、イギリス人の女性旅行家で気候作家のイザベラ・バードは、ヨーロッパの国の多くやところによっては、我が国でも女性が外国の衣装で一人旅をすれば、現実の危険はないとしても、無礼や侮辱にあったり、金をぼったくられたりするものだが、私は一度たりともそのような目には合わなかった、と書いています。日本人の国民性が浮き彫りになっている、と話題になっているのは、ツイッターユーザーのトン太郎さんが、こちらの写真を投稿したことが発端でした。これは、どの国から来ましたかというアンケートに貼られたシールですが、日本人は実に几帳面で、綺麗にシールを整列させて貼っています。明らかに、アメリカ、韓国と比べて綺麗に並んだシールは、律儀で几帳面な日本人の国民性が現れています。この投稿は、インターネットの中で拡散され、大きな話題になり、海外の方々からたくさんの反応がありました。今回はその一部をご紹介します。テレビ番組でも似たような調査をしていたのを見たことがある。イエスかノーか回答欄のどちらかにシールを貼るものだったんだけど、日本人はスタッフの指示もないのに綺麗に並べて貼っているんだ。その上、縦20枚とか数えやすい枚数を貼ると、次の人は新しい列に貼って集計を取りやすくするなど、今後の作業について配慮してくれる。これは国民性だろうけど、こうもはっきり出ると面白いな。貼り直すってことが可能なら、日本人は他国のシールも綺麗に並べて貼り直しそうだよね。日本の鉄道の駅を思い出した。みんな一直線に並んでいるんだよね。日本のアンケートの中にも、反抗的な人が貼ったようなシールがいくつかあるな。日本で1ヶ月過ごしたが、これは正確に日本を表している。正直に言うと、スペイン人が枠内にシールを貼れていることに驚いたよ。前にテレビ番組のアンケートボードを見たことがあるけど、やっぱり性格って出るものなんだと思う。自分も綺麗に整列させたいと思うから。乱雑で整頓していないのはなんだか落ち着かない。シールの貼り方からこれだけはっきりした差が見られるとは思わなかった。まあ、日本は教育の影響だと思うんだけど、面白いものだな。実際にこうして見比べてみると、日本は綺麗にシールが貼られているので気持ちよく感じますね。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。自分も整列しようって思った人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。